やっとリンくんと話せます。なんかここまでの時間がすごく長く感じちゃいました。私もです。いろいろとお話ししたいこともあったんですけれど、不思議ですね。いざお話しできるようになったら、みんなどこかに飛んでいってしまいました。とりあえずシアさんとリンさんでいいですか？はい、そう呼んでいただければ。それは確かにですね。リン、殴っていいかい？でもいいの？何がです？もっと盛大に「キャーリンくん会いたかった!」とか言って飛びついたりとか。土見くんに会うためなんでしょ、今回の担当。本音を言うとですね、すっごくやりたかったんですけど、大勢の皆さんの前でそれをやってしまうと、リン様にご迷惑がかかってしまうと思いましたので。できる。自らの本心を抑えてまでも相手を立てようと尽くす女。楓、ライバルは手強いわよ、頑張らないと。あゆみちゃん。とりあえずリン、殴っていいかい？天に届くほど音高く。お二人は幼い頃にリンくんと出会ったっていうことですけど、8年前かな。お父さんの仕事の関係でこっちの世界に来てたんですけど、やっぱり退屈で、それで逃げ出したのはいいんですけど、そのまま迷子になっちゃったんです。やっぱり本で見たからって電車を使ったのが敗因かな。駅名も何もわからなかったし、またチャレンジャーなことを。それで途方に暮れてた私をリンくんが見つけてくれまして、そのまま大人の人たちに発見してもらえるまで遊んでたんです。あの時のお父さん大ざめちゃってて、もう少しで世界観戦争になるところだったんですよね。私もしやちゃんと同じです。お父様の付き添いでこの人間界に来て、そのままはぐれてしまって、気がついたらこの町に。そこでリン様に出会ったんです。リン、君はいつ源氏物語計画なんて高度な技を見つけたんだい？俺様も誘ってくれよ。ずるいじゃないか。つまりは無意識にと。いかが思われます、楓さん。目の前にこんないい女がいたにもかかわらずのこの仕打ち。どう思う何も、私が何かされたわけじゃないですし。
に8年前なら私は何もできんありませんか？でもこうしてリンくんとお話できてやっと実感が湧きました。人間界に来たんだなって。私もです。リン様にまたお会いすることができたのだと。思い出していただけたのですか？たとえ少しでも立派な朗報です。感激です。まあとんでもないライバルが出てきたのは確かみたいね、楓。まゆみちゃん。実に羨ましい状況だね、リン。殴っていいかい？記憶を失うほど情熱的に。でもリンくんの生活に無理に割り込むつもりはないんですよ。ねえリンちゃん。はい、リン様にはあくまで今まで通りの生活をしていただければ、あとは私たちの努力によるものですし、リン様がどなたに振り向かれようとリン様の選んだ女性ですから、それが私であったらいいなとは思っていますけれど。さりげなくアピール。手強いわよ、楓。選ぶのはリンくんですから。リン。とりあえずまだまだ恋人候補の身ではありますが、改めましてよろしくお願いします。まだまだふつつか者ではありますが、よろしくお願いいたします。